Please use English subtitles. よーちょんワンズーム。どうもこんにちは。ジェニュエウォッチです。今回はセイコーのダイバーズのモデルのレビューをしていきます。早速見ていきましょう。このモデル、今60歳ぐらいのセイコーファンなら覚えているかもしれませんね。1965年に発売されたモデルを現代風にアレンジしたものです。商品名は SBDC053。ダイヤルはメタリックな質感。そしてマットな青色。ですが、光の反射の仕方によって紙のような質感に見える時があります。面白い。ペタッと平らな形状の大きくて見やすいインデックス。針も同様に太くてとても視認性が高いです。秒針はロービートタイプです。1秒間を6回に分けてステップしています。精度は1日あたりプラス25秒からマイナス15秒。ちなみに駆動時間は最大で50時間。最近のモデルと比べるとやや短いですね。この時計で私が一番見てもらいたい部分、それがベゼルです。つるっと光沢のある質感、そして深い緑色。不思議な色です。光の反射の仕方で青にも緑にも見えます。一つだけ残念なポイントです。ベゼルに夜光塗料が埋め込まれていますが、カバーされていません。夜光塗料がポロッと取れてしまう可能性があります。しかしかっこいい。ダイバーウォッチなので逆回転防止ベゼルがついています。音は割と静かです。クラウンはネジロック式。サイズ感も大きすぎず小さすぎずちょうど良い大きさですね。6.9 ミリです。海の中でケースの中に誤って水が入る心配も少なそうですね。ケースの仕上げを見てみましょう。ケースとラグが一体のデザイン。時計の中心を軸とし、円を描くようにヘアラインが入っていますね。このケースにはダイヤシールドがコーティングされています。傷にはかなり強いです。横から見るとわかるのですが、肌に当たる部分はこのように滑らかに面取りされています。ダイバースーツに傷がつかないように配慮されていますね。バンドはシリコン。手で触った感じはツルツルとしています。裏面はこのようにつぶつぶがついていますね。このパーツが金属でできているのはとてもグッドです。なぜならシリコン製だと使用していくにつれて切れることがよくあるからです。私の腕が
170ミリですが、このような雰囲気です。クラウンを含まない幅は 42.6 ミリ。ラグからラグは 49.8 ミリ。そして厚みは 13.8 ミリ。私の腕には少し大きい印象です。いかがでしたか？価格帯は今発売されている SBDC シリーズのものとは変わりません。しかし今回のモデルはダイヤシールドがケースにコーティングされています。しかしムーブメントは 6R15 と1年ぐらい前主流だったものです。あなたは最新のムーブメントの時計を選びますか？それともダイヤシールドのコーティングを選びますか？このチャンネルではこんな感じで時計のレビューをしています。もし気に入ってくれたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。